伊丹ローズガーデンの広沢です。今日はバラにとっては過酷な環境、周りに木が結構植わっている環境なんですけれども、根域制限ポットを使ってこのアイスバーグのつるですけれども、長尺苗を植え込む作業をします。はい、使う道具類、資材はこんな感じですね。植え付ける環境が、こんな感じで割と自然な感じのお庭にされてまして、木がたくさん植わってますね。でそこにちょっと小ぶりなアーチが設置してあるんですけれども、この右隣は金木犀ですね。かなり大きい株になってます。これも少し切ることになりますけれども、この上にはね、大きな木が覆いかぶさってきてまして、日当たりとしてはこちら手前側の方が南になるので、なんとか1日 2,3 時間は直射日光がこの時期当たるかなっていう環境ではあります。この左側、アーチの左側にはね、誘引されてなかったピンクのつるバラらしいんですけれども、植わってたんで、とりあえず枝を整理して植え付けたんですが、室外機の真ん前で、こちらもかなり過酷な環境ではありますが、今日はこちらの、アーチの右側ですね、ここへ60センチの不織布でできたポットを埋め込んで、周りの木の根っこが入ってこないような形でこの長尺の苗を植え込んで、このアーチに誘引するというようなことになります。アイスバーグのつるはものすごく伸びる木なんですけれども、この環境だとね、やっぱり日当たりが良くない状態なので、このアーチで収まる程度に伸びてくれればいいかなという感じです。花数もそんなにどっさりは期待できないんですけれども、なんとかここでアーチにアイスバーグを咲かせようという計画ですね。いや、毒ダミがすごいですね。毒ダミ、なかなか綺麗に根っこを全部取るのが難しいですね。プチって切れる。はい、それでは今度はこちらの、植わってる草やら木やらちょっときれいに取り除きます。土を植え付けようとしている場所の確保ができました。このアーチの足元ですね、向こう側にはちょっと木が植わっているので、少し枝は整理したけれども、木を抜かずにこのアーチよりもちょっと手前ですね、手前奥、ここに60センチのスペースが取れそうなので、深さ60センチ、直径60センチの不織布の根域制限ポットが入るだけの穴を掘って埋め込むという作業になります。金木犀の木が接近してあるので、多分金木犀の根を結構切ってしまうことになると思いますから、金木犀も枝を張り込むような形で葉っぱを減らす作業をします。はい、隣に植わってる金木犀を切りました。こんな感じで一回りちっちゃくして、この足元、アーチの足元ですね、不織布でできた根域制限ポットですね。直径60センチ、高さも60センチです。こいつをここにボソッと埋め込みます。
約20センチ掘った段階で石板がもう石いっぱいの岩盤が出てきまして、もうスコップでは刃が立たないので、またこのテコですね、60センチのテコと2キロのハンマー登場です。これで岩盤を砕いていきます。大きな石ができますね。でっかい石がいっぱい出てくるな。全体容量の3分の1ぐらいが石ですね。ちょっと目減りしちゃうかな。ギリギリぐらいで収まるかな。今約40センチ弱かな掘れましたが、まだまだ下硬い岩盤ですね。でっかい石がいっぱい出てきます。しつこく上から下まで粘土と石っていう感じですね。柄こんだけすごい量出てます。掘り上げた土のふるいかけた方がね、4つなんで80リッターぐらいしかないですね。あと20センチ掘り上げないといけないですね。頑張ります。今日は午前中店出てお客さんと3組ほどお話ししたんですけどね、いろいろ接客をしたんですけれども、今日日中の最高気温25度を超えるんじゃないですかね。夏日ですよね。で、バラの植え付けって秋が一番いいんですよねっていうお客さんがみんな、ほとんどのお客さんがそうおっしゃってますね。11月がいいんですよねって今日は3組のお客さん3組ともそういう話をされてて、いやいや、この鉢で今植わってる苗はその2リッターとか3リッターとかちっちゃい土でね、ほんのわずかの土で育ってるものを大きい地面の下とか大きい鉢とかに植えてやるのは条件が良くなる話なんで、いつでも可能ですよ。1日早く植えたら1日早く根が伸び出しますからねっていう説明をもう毎日何回もするんですね。バラの植え時は11月っていうのは誰が言い出したんですかね。おそらくその昔はあんまりこういう鉢植えの苗っていうのがなかった時代、あったんですけども、苗の主体はもう地彫りの裸苗が主体だった時に、地彫りの苗っていうのはね、もう冬に掘り上げるもんですから、それこそ10月とか今一般的に10月にホームセンターではもう出回ってきますけど、10月に掘り上げた苗はさすがに固まってないんで、
品質が良くないですよね。そういう意味でも、10月に掘って11月に販売されてる苗っていうのは決していいものじゃないとは思うんですけれども、そういうなんか業界の事情というか、11月に出回る苗が確かに裸苗、地彫りの苗っていうのは11月に出回るのが一番多いから、その時期に植えるのが一番いいという、業界の都合の話ですよね。さすがにもう今はそういうことを言う人ってあんまりいないんじゃないかなと思うけど、やっぱお客さんはどっからそういう情報を知るのか、テレビとかで言ってるんですかね。謎ですね。毎日そういう説明を何度もします。夏の暑い時は植え付けはやめといた方がいいってね。なんでそんなことを言うのかなと思うんですけど、夏の暑い時こそ大きい鉢とかね、小さい鉢っていうのはものすごい温度上がったり下がったり湿ったり乾いたりをもう繰り返すわけで、ものすごいバラにとってはストレスかかる環境なわけで、それがこの地面のね、温度変化の少ない、湿度の変化の少ないところに植えてやるっていうのはすごく気持ちいい場所に、引っ越しするわけですから、バラにとっていい条件になりますからね。夏の暑い時期こそ早く植えてあげた方がいいですよね。ただお客さんに夏にバラを植える場合に注意してほしいことを言ってるんですけども、当然この時期の苗は鉢植えの苗になるんですけども、根鉢がもうできてて、もともとの鉢の土の中にしか根っこがないわけで、葉っぱたくさんありますから、天気良かったら光合成するのに水すごい吸いますから、露地に植えても根がね伸び出すまではその根鉢だけが結構乾くわけで、やっぱり水やりは様子見て、毎日はいらないけども水やりはちゃんとしてカラカラにならないように気をつけてくださいねっていう説明はするんですね。その夏にバラを植えるもんじゃないっていう、大きな誤解は永遠に続きそうな気もしますね。決して夏にバラを植えてはいけないことはないですよ。むしろ夏でも冬でもバラはいつでも植え込みは可能ですので。それにしても大変な場所ですね、これは。ずっとこんな石ばっかりで、粘土と石っていう感じですね。茶色い土が出てきた。これはおそらく元の粘土というより田んぼの土みたいな感じですね。こういうね、田んぼの土、粘土っぽい、ちょっと粘り気のある粘土っぽい田んぼの土ですね、こういう土はすごい水持ちよくてね、よく育つと思いますね。ただまた再び固まるとね、根の張りが良くないんで、パーライト入れてね、で最初こうよく崩して、でパーライト入れて再び粘土として塊にならないようにだけしてやればね、
ものすごくいい土になりますね。ちょうどね、この草削り釜がちょうどよくて、これで底を平らにしてます。もうほぼほぼ今50センチちょっと超えたぐらいなんで、深さ55センチぐらいにして、粘液制限ポットの縁が5センチぐらい地面に出るような感じで、粘液制限ポットの形に穴を掘らないとなんかブヨンブヨンになってうまいこといかないんですわ。それが結構ね難しいというか、でそこをね平らにしないと地中で綺麗なポットの形にならないんで、できるだけこの上床、今掘ったこの穴が粘液制限ポットの形に沿うように同じ形になるように草削り釜でね削りながら調整っていう感じですね。このテコが60センチなんで、だいたい5センチぐらい地表に出てるから、55センチぐらいの上床の深さでなんとか掘れました。この一輪車いっぱいで50リッターぐらいですので、今ね土が6つできてますかね。だから120リッタープラス35リッターぐらいありますかね。だから計算上は150リッターぐらいの土だけでね150リッターぐらい確保できたかなっていう感じですね。さあ堆肥パーライトを入れてどれぐらい盛り上がるかですね。柄がねこんだけもうトロ箱いっぱい溢れてますね。こんなぐらい柄がいっぱい出ました。ちょっとこんだけ柄捨てると土が足りないかもしれないですけどね。よいしょっと。これが粘液制限ポット。どうですかね。これで土を入れていきます。真珠岩のパーライトですね。よいしょ。はい。高品質な牛糞堆肥若葉です。容量比でね、みんな1割1割1割ぐらいを混ぜます。北海道産の朝鮮イピートモス。で混ぜて上床に入れていきます。上床の底に昔はね油かす骨粉熔リンっていったものをどさっと入れてね、上床の底に肥料をたっぷり入れましょうっていう植え方をね昔はしてたんですけども、野原が生えてる環境を考えるとね山とか川とかの土手に生えてますよね。そこの方に肥料気がたくさんあるっていうのはそういう環境ではないわけで、土の表面には割と落ち葉とかね動物の糞尿虫の死骸といったものがあって栄養系も結構あるんですけども、そこの方にはもう何もないっていうのが普通なんで、それでも根がよく張るようにこの堆肥とか土壌回路パーライトとかはある程度ね少し入れますけれども、肥料は入れない方がいいですね。で特にその有機肥料の生の油かすとかコップとか入れるとさらに発酵進むんで、中でメタンガス出るんですよね、発酵するときに。ですのでバラの根っこにとっては非常に過酷な環境を作ることになるのでよろしくないですね。もうこうやってサクッと土壌改良した状態の土を全面上床全面に均一に混ぜてやるぐらいでいいですね。はい、入れていきましょう。あとは周りに土埋めていきましょうかね。あと少し15リッターぐらいこっちにあるんで、ちょうどすり切り1杯ぐらいになって、で余ってる
土だけを周りに入れてみましょう。はい、一応できましたね。で、アーチからちょっと離れた場所になってるので、でも植えるのはこの植え床のこの端っこの方で問題ないかなと思います。できるだけアーチに近いところでこの辺に植えてやって、根っこはまあどうせこの中でぐるぐる回りますから。一旦植え床を作って、全部埋め戻して平らにならしてから植える場所に鉢がねポコッと入るだけの穴を掘って、でそこに鉢をポコッと入れるというのが、まあ、ちょっと一見無駄なようですけどもきれいにきっちり植え床の植える高さをね合わせられるというか正確に植えられるので、一旦埋め戻してから穴を開けるっていうやり方をおすすめします。鉢はこれですね。ちょっと沈むので少し高め、気持ち高めで植えといたらいいですね。もうちょっと掘りましょうか。あと2センチぐらいね。こんな感じでいいでしょう。で、枝の方向をちょっとよく見てね、こっち側に出てるから枝の方向がアーチの方に向くようにした方がいいですね。もうパンパンで崩れないですね。切りましょう。よっ。でも今ね葉っぱがある時期なので、これもうねこんなパンパンですけれども崩さない方がいいですね。若干根っこは出にくいんですけども、これ崩すとやっぱこの細かい根っこが切れてしまうので、細かい根っこで水吸ってますからね、一時水上がらなくなってしまうので切らない方がいいでしょうね。パッツンパッツンになっててもそこからまた根っこは出てきますので大丈夫です。こんな感じですね。で土をよくなじましてやってください。はい、それで水をやります。以上、バラの植え床作り、周りの木の根っこの干渉を防ぐための根域制限ポットを使ったバラの植え床作りでした。それではまた。